い、皆さん100均のお時間がやってきました。皆さんダイソーからみんな大好きクリアケース、みんな大好きかは知らないけど、私がもう大好きなクリアケースシリーズがいろいろ登場したんです。ご存知でしたか？こういうのだったり、こういうのだったり、こういうのだったり、重ねたら使えるやつだったり、我が家で大盛況、違う、すっごい愛用しているケースがあるんだけど、定期的にチェックしに行ってたんだけど全然なかったの、どこも在庫が。けどようやく入荷し始めたんだと思います。大量に置いてありました。もうこれを買うなら今ダイソー行ってください。私もこのクリアケースのシリーズが出てからすぐ行ったんだけど、買いたかったものが 2,3 種類ぐらい売り切れてて購入できませんでした。なので話題のアイテムはね、すぐチェックしてすぐに行ってください。はい、クリアのものだけで今回これだけあります。もうクリアのケース好きの私にはとってもテンションが上がっております。これだけ収納ケース買って今まで使ってたものはどうすんだ、処分するのかとかって言われるんだけど、本当にもうへたれてきたものとかもう傷だらけになってたっていうものは破棄するっていう感じなんだけど、大体使い回してますね。もうここだけじゃなくて会社もあるし、あとうち倉庫もあるからいろんなとこで使うので、収納ケースはあっても間に合わないっていう感じで、今回はこのクリアなシリーズ以外にもいろいろ買ったので、こちらも合わせて紹介します。今日は全部収納アイテムになります。最後まで見てください。それでは早速スタート。はい、ということでまずちょっと申し訳ないんですけど、お肌がレチノインで皮がむけてしまって、ちょっとメイクする気にならなかったので、このような形でお送りさせていただいております。ではまずはこちらのクリアなケース紹介させていただくんですけど、一つ目はこちらのアクセサリー引き出し収納ケース1段13センチのスクエアタイプのものです。こちらの活用法はこんな感じ。はい、この三面鏡裏の収納場所に使いたくて、このねケースの奥行きが三面鏡の奥行きにすごくぴったりなサイズ感なんですよね。なのでここに使いたくて買いました。そしてこんな風に重ねられるので、高さがあるところの収納にぴったりだなと思います。でこちらには私が最近ハマってる炭酸パックを入れてるんですけど、これを作る際にスパチュラとボウルが必要なんですよ。これもちなみにダイソーで購入しているもので、すごいソフトで柔らかくて気に入って使ってるものです。これはセットで使うのでこんな風に入れてるのと、あと衛生面的にも中にしまった方がいいかなと思うのでこんな風にしました。であとこちらにも使ってて、これは引き出しの部分だけ取りました。ちょっとこまごました美容液、奥のものもこう引き出して探したり取り出しやすかったりするのでケースにまとめておきました。でこの引き出しのこの外側の部分は別のところに使ってて、内側の一番右側には私がよく愛用している美顔器とかを入れているんですけど、もうちょっとバラバラと倒れてしまうようなものたちを入れました。これはホワイトニングのやつですね。これもこれで活用法があってよかったです。ちなみによく使う美顔器はこのヤーマンとセリキュアです。これパックの上からいつもやってる。これは化粧水とか美容液、ビタミン系を導入するときに朝1分ぐらいだけ使ってます。これいつか紹介した美顔器、口元目元用で使ってますね。でこれリファの頭皮マッサージ、頭皮マッサージするのすごく大切なのでこれもよく使ってます。こんな感じの収納でした。続いてがこちらの透明小物ラック。こちらは200円アイテムになります。幅が 9.3 センチ、奥行き 13.5 センチ、高さが 14.3 センチ。これ横幅がもうちょっと細い小物ラックはどこでも売ってたと思うんだけど、この幅広タイプでしかも透明っていうのが多分100均でなかったと思うんだよね。すごくテンションが上がりました。ちょっと無印っぽいね。こちらの収納法、活用法がこちら。三面鏡裏の収納に活用しました。前まではこの似たような形なんだけど、セリアとかダイソーで売ってるこの細長いタイプのものをいくつか並べて収納してたんだけど、ペンとかの収納にふさわしいぐらいの細長タイプだったので、ちょっとね取りづらかったりしてたので、こちらの幅広いタイプのものにしました。これねすごい幅がちょうどよくて、これの 1.5 倍ぐらいかな、幅的には。ここにはちっちゃいボトルタイプのもの、スプレータイプの日焼け止めとか、毎朝塗ってる日焼け止め、クリームタイプとスティックタイプ、そしてリップケアアイテム、スキンケア終わった後に塗るパウダーとか、髪の毛カットするハサミとか、シェイバー類だったり、
まつげ美容液はいろいろ使ってるんだけど、全部のケアアイテムをここに置いてます。奥行きもそんなありすぎないから、奥の方に行っちゃってもさっと取れるし、高さのある空間でもこういう風にね、ごまごましたものを収納できて、このスペースも活用できてるし、こういうものを収納したい際にはすごくぴったりです。そしてこちらは透明収納ケース蓋付きの A タイプ200円アイテムです。これもほんと大人気だと思います。ダイソーをはしごして買いました。収納法活用法がこちら。はい、こちらのケースにはリップを入れました。前回こちらの動画でドレッサー周りを整理したんですけど、その際に最近使うリップとかを整理したり、この秋使いたいなと思うリップだけを厳選してここに収納したんだけど、こちらにもお気に入りのリップを置きたいなと思って収納してみました。特にヘラのカラーが全部好きで、塗り心地も好きで、これもしまい込んじゃってたんですけど、やっぱりお気に入りでよく使いたいので、こちらに収納しておきます。このロム&のマットのリップもお気に入り。で、蓋付きなのでホコリもかぶんないですし、めちゃめちゃいいです。で、これをここに置きます。使うときはパカッと開けて取り出します。これ通常のリップよりもちょっとこう太めのリップなんですけど、そういうのとかもちゃんとすっぽり収まるし、こういう長めのグロスもぴったり収まる設計になっております。これもありがたいですね。次が重なる透明収納ケース。横幅が18センチ、奥行き13.5センチ、高さが9.5センチの200円アイテムです。続いてが重なる透明収納ケース1段引き出しタイプ。幅が 6.6 センチ、奥行き18センチ、高さが7センチ。これもちょっと無印のケースに似てますよね。こちらの活用法はこちら。これはよく外に持ち出すメガネを玄関のところにポンポンポンって置いてあってたりしたので、そのサングラスたちを入れてみたんだけど、ぴったりでしたね。続いてが透明収納ケース蓋付き B タイプです。200円アイテムになります。これは割と蓋がしっかりめにピタッと閉まります。収納法活用法はこちら。この引き出しの中にある最近ハマり出してしまったカラコンたちをこの中にちょっと収納してみようかなと思います。ぴったり入りました。このモラクのコーラルブラウン 14.2mm のものなんだけど、これが最近の一番のお気に入り。気分転換したいなって時だけ使ってます。1箱ちょうど入りました。次にお気に入りなのが滝野ちゃんがプロデュースしてるカラコン。これもなんかすごい透き通った目になります。こういう中途販売残っちゃってるのはこっち側にこう入れよう。もうなんかここまで行くと自己満の世界。これも良かったですね。ハニートーストできました。めっちゃぴったり収まってる。綺麗。コンタクトレンズしてる方とか、三面鏡の裏とかでこうやって切ってね、このケースに保管しておくのいいんじゃないでしょうか。ぴったり収まりまして気持ちいいです。これもう一つ買いたかったんだけど、一つしかなかったアイテムだったので、一つにしたんだけど、まだカラコンがいっぱい余ってるので、もう一つね、買い足して全部収納しきりたいと思います。これはこちらに見えます。で、入りきらなかったカラコンはこちらのケースに入れました。これは不要になった引き出しのケースだけをここに使っています。次が引っ掛けて使うクリアコスメポケットの朝タイプです。幅が 11.3 センチ、奥行き 4.4 センチ、高さが 5.1 センチタイプです。収納法活用法はこちら。これも三面鏡裏に使っていくんですけど、ウータンがバレー行く際にするシニョンヘアを作る時のセットが置いてあるんですけど、これプラスピンとか U ピンとか使うんですけど、それをこのケースの中に入れちゃうとそれ取り出しにくかったので、こちらをケースに取り付けて、これをここに収納します。こんな感じでセットで持ち出せるようにしています。こういうなんかちょっとしたものをケースのこういうところにつけたりとか、これも100均なんだけど、こういうのをここにつけてヘアスティックを入れてるんだけど、こういうのをケースにセットでくっつけると細々したものを仕分けられるので超便利です。ちなみにこれもダイソーですね。こういうクリアなアイテムが大好きなんですよ。クリアのちょっとデメリットといえば曇りやすかったり水滴の赤がつきやすかったり、その辺はデメリットではあるんですけど、なんかクリアなものってすっきりして見えていいよね。上にもクリアなアイテムがあって、これもダイソーです。なんかフィギュアとかを飾れるケースなんだけど、私は三面鏡裏に使ってこの高さのある空間を仕切って活用しております。と
多分新商品として出てるのはこんな感じで、まだまだあるんだけど、私は買えませんでした。ちょっとぜひぜひ皆さん他にもチェックしてみてください。そして、これは今までもずっと発売されていたケースで、昔から愛用している仕切りケースの2番タイプですね。細長いタイプのもので、仕切り板が3つついてて、それぞれ位置をね、調節することができるんです。この仕切る位置も結構細かく刻んであって、そこがまたね、便利なポイントなんですよ。で、これもいろいろあるんだけど、私は1と2番が好きで、こちらは1番タイプで、幅はね、2番と一緒。ちょっとだけ短い。今回は2番は3個、1番は1個しかなくて、1個しか買えなかったんです。何個か追加したかったんだけどね。こちらのケースは引き出しの中に使ってるんですけど、入れるものがなかったのでこの空間活用してなかったんですけど、ここにちょっと2つぴったりなので、何か物増えた時に収納できるように追加しておきましたここはテレビ見ながら足の爪にポリッシュネイルをできるようにお気に入りの何色かを置いております。ポップアップでお客様にいただいたネイルなんだけど、シフォの S って入ってるの嬉しい。めちゃめちゃねヌーディーなピンクのカラーで可愛くてお気に入りなんです。ありがとうございます。あとはビタミン E が入ったクリームなんだけど、これ全身とか膝とか肘とかお出かけする前にパッと塗れるように置いております。このザーネもね天然型ビタミン E が入ってるんだけど、ビタミン E が配合されたものがすごく好きで、家事終わった後とか必ず塗っております。一度ねこの動画で紹介しましたね。そっからずっと使ってます。綿棒とかネイルオイルとか爪切り、リムーバー、セリアキャンドゥのもので、これもお気に入りでずっと使ってます。こんな感じ。特にここはまだしまうものがない。で、こっち側でも使っていて、この5つケース全てそうなんだけど、これ仕切りなしで電池をしまってて、画鋲とか、あとはテプラのテープもぴったり収まるサイズ感なんですよ、このケースに。このテプラよくどこの使ってますかって聞かれるんですけど、こちらです。楽天ルームに貼っております。これをずっと愛用してます。そしてあとは充電器類ですね。こういう照明とか、これも充電式なので、その充電器類だったりとか、なんか来客があった時充電させてって言われた時にもね、パッと充電できるように C タイプの USB タイプのタップとか収納しておいてます。こんな感じで、ここにもね使ってます。残りの2つのケースは前にもねこちらの動画で紹介した寝室にあるヘアアクセをね収納している引き出しがあるんですけれども、ここにこのケースでね仕切ってます。ちょっと下の方にあるのはブータンがまだ 2,3 歳の時によく使ってたヘアゴムで可愛らしくて手放せない。今こういうのとかもね絶対つけてくれないんだけど、なんかね思い出だから捨てれないんですよね。こっち側にも入ってます。私はもう収まりきらないので重ねちゃっているんですけど、またちょっとしまいきれなくなってきたものたちがあるので、新たにこの2つを追加します。こちらを収納します。好きな束に変えて、はい、こんな感じでヘアアイテムを収納する際にもすごくぴったりなケースなので、もしヘアアイテムたちをどういう風に収納していいかわかんないなーって思ってる方は、こんな風にこのケースを活用してみてください。ちなみに奥の方はこれも100均なんだけど、ボックス型の深めのケースを使っております。ここに使用頻度の低いヘアアクセとかを奥の方に収納してます。お祭りの時に使うようなヘアアクセとか結婚式とかで使えるようなもの、これ実際に自分の挙式の時に使ったかんざしとかね、これも前回の結婚式の Get Ready With Me で使ったパール、Amazon で買ったかな。こんな感じです。ちなみになんですけど、ここもねサイズ違いの同じシリーズのクリアケースを使ってます。本当に万能で、こちらもクリアシリーズということで、最後まで使い切れるクリームケース、指でもすくいやすい丸底丸型タイプ、こちらは3つ入ってて、プラススパチュラもついております。そう柔らかなスパチュラでめちゃめちゃ使いやすそうなんですよね。クリアなシリーズは以上です。あとは組み合わせ整理ケース、縦 26.8 センチ、横幅が 13.4 センチ、高さ 3.5 センチタイプの浅めのケース購入しました。で、こちらの大きさ違いのケース。こちらは縦が20センチ、横幅が 13.4 センチ、高さが 3.5 センチ。ちなみに重ねて使うことができるケースです。収納法、活用法はこちら。
カラコンとかしまっている浅い引き出しの中に使います。結構このトレイ自体高さがないものなので、こういうちょっと浅めの引き出しにすごくちょうどいいんですよね。で、ここの空間が空いてて、ここにごちゃごちゃいろいろしまっちゃってたんですけど、こちらで収納し直します。ほとんどストックですね。こんな感じです。見事にぴったりですね、これまた。あとは整理トレイ仕切り板2枚付き。これも重ねて使えるタイプのものです。横が 13.4 センチ、縦が20センチ、高さが4センチタイプのものです。この形もさ、無印であるよね。こちらもね、めちゃめちゃ愛用しているケースなんですが、先ほどとサイズ違いの整理トレイ仕切り板2枚付き、横幅が 6.7 センチ、縦が20センチ、高さが4センチタイプのもの。ちなみにこの仕切り板はどこでも自由自在に仕切ることができます。こちらはデスクの引き出しの中がすっごいごちゃごちゃで、全く整理できてない状態だったので、整理したいと思います。はい、こんな感じでこちらのケースでちょっと整理しました。これは最新のウータンからのお手紙。ママいつも大好き夏休みが楽しかったよ。こんな可愛いママでよかった。裏はすごく嬉しいよ。いつも裏のこと優しくしたり、お菓子作りさせたり、甘えてくれたりしてくれてありがとう。裏より。甘えさせてくれてじゃない。甘えてくれてありがとう。甘えるよりも甘えてほしいってよく言われるんですよね。かわいい。はい、最新の手紙入れてます。お手紙をね、書いたりする際に使うステッカーとか、ポストカードとか、あとウォールステッカーとか。はい、こんな感じで整理しました。はい、一度で2個おにぎりができる簡単おにぎり機。型に入れてギュッギュッと押しつぶして綺麗な三角おにぎりが簡単に作れるというアイテムです。これね、もっと何個か作れるタイプのもの持ってるんだけど、この2個タイプすごい手軽でいいじゃんと思って買いました。今まではね、こういうのに頼らずに自分で握った方がいいじゃんって、これどうせ洗い物増えるしと思ってたんだけど、使ってみたらまあ便利。便利を優先して洗い物は別に洗えばいい。何をするにも何を取るか何を優先に考えるかですよね。そうそう、こちらも購入しました。我が家に楽天で買っているドロワラインっていう突っ張り棒で空間を活用できるアイテムがあるんだけど、そこに使えるなと思って買ったのが丸型の12センチタイプのものと、これを固定するパイプサイズが3センチ以内のものに取り付けるアイテムですね。こちらをセットで購入しました。活用法はこんな感じ。ブルーライトメガネやペンを立ててるこのコップがあるんだけど、これはここに取り付けて置いてみました。この泥洗いすごく便利で、デスク横にね、一つはつけてるんですけど、これもいろいろカスタムができて、私はここにこういうライトをつけているので、デスクで作業する際は電気をつけて作業してるんですけど、こういうプレートだったりとか、こういうフックをつけることもできるので、いつも使ってるヘッドホンとか、あと下にもフックつけてるので、普段使ってるトートバッグとかをかけたりしています。めちゃめちゃ便利ですね。で、こういうサイズのカスタムできるプレートとかはないので、今回ダイソーで買ってみたんですが、ちっちゃな観葉植物を置くのにもいいかなって思ったりもしたんだけど、このペン立て、位置的にも高さ的にもちょうどいいので、これを置いてみました。こんな感じです。こちらも忘れてたサプリメントボトル、大粒用タイプのもので、口が広いタイプのものになっております。容量は 75ml 入ります。ここに手書きで書けるシールも貼ってあります。こちらを6つ買ってきました。大きさ的にも小さすぎず大きすぎずで、例えばちょっと大きめなカプセルでもちゃんと取り出しやすい口の大きさになっているのもポイントです。詰め替えるのは衛生面気になるって方はもちろんこのまま保管しておいた方がいいと思うんだけど、私は詰め替えちゃいたいと思います。で、今回入れたいサプリはこの6つなんですけど、いつもこうやって袋から一つ一つ取り出して飲んでいました。ただやっぱり1日2、3回はね、必ず飲むようなサプリメントたちなので、こういうのに詰め替えた方が毎日継続するにはやっぱ飲みやすさも大事なので、全部詰め替えていきたいと思います。まずはすっぽんこ餅、もう5年ぐらい飲んでますね。こういうのも一緒にね、体の中に水素も取り入れてます。こういうのをサプリメントを詰め替えるとあんまりおすすめしないよっていう声もあるので、詰め替えるかどうかは自分自身で検討してみてください。空の色がすごいことになってる。すごい空の色になってる。
これは肌荒れとかイボを予防する緑イニン漢方の錠剤です。坂本漢方製薬のものを飲んでます。これはね、1日3回飲んでいる漢方で、漢方は本当に地道に飲み続けないと意味がないので、これを飲むようになってから気になってたイボとかが薄くなってきたなっていう印象です。これはマルチビタミンです。これはじゅんたんが買って私もおすすめされて飲んでます。やっぱ必要みたいですね、こういう栄養素サプリで取り入れるのは。これもすっぽんこ町と同じ会社の天然通販鉄ビタ C。 これはビタミン C と鉄分が取れるもので、ビタミン C は粘膜や皮膚の健康維持を助けるとともに抗酸化作用を持つ栄養素です。鉄は赤血球を作るのに必要な栄養素です。1日3粒。貧血なりやすいので鉄分も必ず飲んでます。最後はファンケルの内脂サポート。内脂肪を減らす、腹部皮下脂肪を減らす。これもじゅんくんが飲んでます。私もじゅんくんにおすすめされて一時期飲んでたんだけど、今は飲んでない。はい、こんな感じでそれぞれ詰め替えることができました。はい、こちらのケースはですね、サプリケース。これがぴったり収まるサイズ感なんですよ。横幅も4つシンデレラフィットするサイズ感です。めちゃめちゃ気持ちいい。そしてね、私このサプリメントだけじゃなく、ユベラとかシナールとか、こういうビタダンとかハイチオール、美肌の内服薬も病院でいただいているんですが、これも本当に地道に飲み続けなきゃいけないんですよ。で、私肝斑がすごく出やすくて、トラネキさんはずっと飲んでるんだけど、飲まなくなったら肝斑がやっぱ出てきてしまって、でも飲むのと飲まないのは全然違うんだなと思って、そこからずっと最近もまた飲んでおります。こういうのをここにね入れたいんだけど、ちょっと真ん中に仕切りをつけたくて、今回買ったこちらの生理トレイの細長いケースについていたこの仕切り板、こちらを一つ使います。ここにテープをつけて真ん中にピタッと貼ります。で、ここにこの内服薬を入れます。で、それでね、これだけじゃないんですよ、私毎日飲んでいるの。じゃん。今人気すぎてなかなか買えないと思うんだけど、リポスエイドっていうんだっけ、粉のビタミン C、 こちらも朝か夜飲んでます。はい、こんな感じですね。美容のために飲んでるサプリメントやお薬、このケースにまとめました。毎日飲まなきゃいけないものたちをここにまとめたことで、毎日続けやすいし、見た目もねまとまっていて気分が上がるし、かつこれをウォーターサーバーの上に置いとくことで、お水を飲み来た際にサプリ飲まなきゃっていう感じで飲み忘れがないので、ここに置いとくことにしました。毎日継続するのがこれでちょっとは楽になればいいですね。美容のためにこれだけ飲んでんのかい、意味あんのかいって思われるかもしれないんだけど、本当に肌がこれで綺麗になりました。やっぱサプリメントとか内服薬を病院でもらうのも美肌のためなんだなっていうのを日々実感しております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こうやってね、100均で新しいアイテムが登場するときたーっていう感じでテンションが上がるんですが、100均マニアとしてね、今回も皆さんに新商品をご紹介させていただきました。この動画が少しでも参考になったよと思ってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。